自家製デミグラスソースをもとに煮込みハンバーグやハヤシライスを作って家族を驚かせてみましょう。高級レストランの味よりさらに自分好みにアレンジして食べられたら最高です。手間はかかるものの、できた時の達成感、喜びは大きいでしょう。とはいえ、私も教わったわけではなく、おじが作っているのを盗み見してたのを思い出しながら自分流に作ったレシピです。今日はこれらの材料を使って自家製デミグラスソースを作っていきたいと思います。お鍋に火をつけて油を敷いて鶏ガラを炒めていきます。はい、1リットル水入れます。もう一杯かな。はい、このチキンのスープストックはこれはこれで作って、野菜の方のスープストックを作っていきます。ソースを作った時とほとんど作り方は最初同じなので、まずトマト湯むきします。細かくミキサーにかけやすいように切っときます。はい、じゃあまずトマトジュースを作っていきます。はい、人参、玉ねぎ、りんご、セロリの葉っぱ、バジルの葉っぱも入れていきます。はい、それではカラメルを作っていきます。火をつけて砂糖を入れてお水入れます。強火で焦がします。はい、水を入れていきます。溶かします。弱火にしますね。はい、ここにリンゴとセロリとバジル刻んだの入れます。そして玉ねぎと人参と刻んだの入れていきます。ローレンの葉っぱ入れます。10分ほど煮込みます。で、その間にチキンスープストックの方のアクを取っときます。アクと表面に浮いた油も捨てます。そうですね、もう1時間半ほど煮込んだので鶏肉も取り出します。
キンスープストックの方はこしときますね。こしておきます。はい、10分経ちましたのでトマトジュースにしたのを入れていきます。ここまではもうほぼソースの作り方と同じですね。蓋をして10分置きます。はい、10分経ちました。蓋を開けます。はい、ここにチキンのスープストック入れていきます。塩ほんの少し、胡椒、ナツメグ、シナモン、コリアンダー、ミックスペッパー、シンコピメンタスね。ソースと違いますのでお醤油は少しだけ。蜂蜜、トマトピューレ1箱全部入れちゃいます。530g くらいありますね。赤ワイン500。そうしましたら蓋をしてもう30分煮込みます。はい、30分経ちました。火を止めます。このままちょっと冷ましておきますね。涼しいとこ持ってきます。はい、一晩寝かせました。これをこしていきます。ソースと違って多少の粒々入っても構いませんので網でこしていきます。ソースの時は絞りましたけどね。ソースの素を作っていきます。ルーの素ですね。ルーの素を作る動画もありますし、スペシャルカレーの3日目の動画でも説明しています。これは焦がさないようにこれを敷きます。で、弱火でゆっくりやっていきますね。今日このルーの素はバター180に小麦粉 360g 使ってますけども、全部デミグラスソースに使うわけではないですので、もしデミグラスソースのためだけでしたら分量に従って作ってください。たくさん作ればこれは冷凍して保存して使えます。はい、こちら沸いてきました。少しアクを取ってはい、火を止めて一回これ置いときます。また後でやります。今度の位置を変えます。はい、玉ねぎの皮むきます。
はい、これで飴色玉ねぎ作っていきます。火をつけて油を敷いて、ほんの少しだけ塩を入れます。2つまみぐらい。はい、ここに飴色玉ねぎを入れていきます。6時間かけて作ったブラウンソースの素を溶かし込んでいきます。私のおじ服部さんは大阪の有名なライブレストランバーロイヤルホースの1977年創成期のコック長を務めていました。しかし私の兄が1979年グリーンプラザ高槻にジャンバラヤというステーキレストランを開くことになった時、ロイヤルホースを辞めてコックとして来てくれたのです。そしてその後実家の肉や竹部の惣菜部門へ移った時に私もそこへ働き、いろいろと教わったというわけです。服部さんは福井県出身ですが、少年戦車隊として徴兵され、九州都城で終戦を迎えました。そこから1000キロ以上の道のりを歩いて帰ってきたそうです。福井に戻り、学校では先生を殴って退学、実家の材木屋を手伝っていたそうですが、1948年、福井地震が起こり、町は壊滅状態、故郷を離れて大阪へ出てきました。大阪では私の父の戦友と一緒にコックをしていたので、私の母の妹とも知り合い、結婚したようです。私のいとことなる子供も生まれましたが、すぐに他界。その分私たち兄弟を子供のように可愛がってくれました。並大抵の苦難ではないところを通っていたので、背は低かったですが喧嘩が強く、こわもてでありつつ優しいおじさんでした。そして美味しい料理を作っているのを私もひたすら見て覚えました。大阪にネタが大きく安くて美味しい亀寿司というのがあったのですが、おじさんから仕事が終わるとよく連れて行ってもらいましたね。そのおじも2009年4月7日他界しました。はい、とろみがつきました。あと味を整えていきますね。やっぱり醤油もうちょっと足しましょう。レモンを少しだけ絞ります。レシピの分量はあくまでも目安です。味見をしながら調整して好みの味に仕上げてください。お塩少し入れます。牛乳を 100cc ほど入れます。胡椒もう少し入れますね。もうちょっとだけお醤油。これは微調整ですね。ちょっとずついろんなもの、塩っ気が足んなければお塩や醤油、コクが足りなければお味噌も入れましょうか。酸味が足りなければレモンとかお酢を入れますね。お味噌を本当に隠し味程度にこんだけ入れます。
あと隠し味にチョコ入れましょう。隠し味にチョコの代わりにココア入れますね。ココアパウダー。で味見してみます。だいぶ良くなってきました。はい、これでまた時間を置きます。寝かせます。デミグラスソース3日目仕上げていきます。先ほどじゃこだしを作りましたので、じゃこだしを 200g 入れます。最初に入れてもいいんですけど、たまたま今日作ったので今日入れました。味はほぼいいですね。あとちょっと何かが足りないとしたら、無難なところはお醤油をもうちょっと足します。お酒ももうちょっとだけ足します。だし汁200入れましたけど、もう100足します。300合わせて。それでよしにしましょう。じゃあこれで煮込みハンバーグを作っていきますので、デミグラスソースにもう少しとろみをつけます。ブラウンソース冷凍してあったの入れます。はい、ということでデミグラスソースの完成です。そして煮込みハンバーグをこれで作ったことによってより旨味が溶け込みました。いつもはハヤシライスを作ってその後残ったので煮込みハンバーグを作るというパターンが多いんですが、逆でもいいですね。煮込みハンバーグを作った後のデミグラスを使ってハヤシライスを作るという方法でもいいと思います。でもいつもこんな手間をかけてデミグラスソースを作ってもいられないと思いますので、簡単に作れるハヤシライスもご紹介したいと思います。韓国の食材を使ってですね。はい、ということで混ぜときます。はい、自家製デミグラスソースの完成です。